うわ、見てください。もうやプルーンと一緒に食べてください。非常にまろやかないい感じになります。今日はですね、鴨のファルシーを作ります。キャナーファクシー、ね、鴨これから美味しくなりますよね。簡単です。はい、材料です。今日はスタッフがですね、鍋用、これがね、なんとね、タイの鴨なんです。タイ鴨の胸肉、1枚510円。ね、安いですよね。結構ね、タイの鴨って脂身がなんか薄いので、使い勝手がいいということ。それと、柔らかプルーン、大粒、ね。そして、丸ごとクランベリー。ね、材料これだけです。はい、それではね、我々はここの筋を取ったり、この辺、取るんですけど、ご家庭ですから、僕は結構だと、ただ、油を出したいので、ちょっと隠し包丁、ね、こうやってバッテン、そうすると油が抜けやすいので、隠し包丁だけ入れましょう。はい。そうしましたら、塩コショウ、黒いコショウです、赤身なので、ちょっと気持ち強めにします。胡椒もちょっと強めにします。はい。強火でね、焼くので、塩コショウ剥げるので、ちょっと強めに。黒い胡椒です。はい。そうしましたら皆さんね、こうやって、ちょっとね、これちょっと叩きましょうかね。この中にプラムを挟むので、なんで叩きましょうかね。何もないときは手でビートが、あのまま平手打ちです。ストレス解消になります。はい。ね、手を洗ってください。そうしましたら、こちらに、プラム、ね。プラムをのっけます。よいしょ。よくつけてください。そしてこっちに、クランベリー。ちょっとこれひっくり返すの大変だからこの上にいっちゃいましょう。この上にクランベリー。クランベリーが落ちております。押し付けて、落ちたのは、周りに貼っつけてください。よし。ここでね、よくこうやって押し付けて、貼り付けておくっていうのが結構ポイントです。こうやってまた、いいですか、手を使ってハンドパワーで、こんなもんでいいと思います。そうしましたら、反対側でね、こっちが細くてこっちがこっちがですから逆わかります？逆バージョンでこう乗っけますね、逆バージョンで。そして紐で縛ります。はい、タコ糸です。よいしょ、よっこしょ。ここはギュッと縛ってください。よいしょ。ギュッと。これね、皆さんこういうとこ油の下にこう通してこうやって簡単にくぐりますので。よいしょ。こちらからプラムが逃げてまいりました。押し返します。よいしょ。よし、押し返します。
押し返してください。あ、また逃げてまいりました。逃げないで。真ん中も一本結んでおきます。あら、よいしょ。はい、それではこれから、ソテーします。はい、それでは焼き上げます。焼くのはフライパンの蓋付きでもいいんですけども、まあ、あればこういう名古屋のね、鉄鍋。はい、最初は強火で、鴨の油、我々は鴨の油を出して焼き上げるんですけども、普通の方はちょっと難しいので、ちょっとオリーブオイルを少し入れて、で、皮面をですね、10分ずつ焼き、まだ熱くないので、今音が出てまいりますので、ね、これ押し込んでください。はい、これで強火にして今、ジューッと音が出てまいります。あ、はい、皆さん音聞こえますか？ね。これが鴨くんが熱い熱い熱いと熱い熱いって言ってる瞬間でございます。で、皆さんここでね、くっつかないようにちょっと一回ちょっとずらしてください。そうするとくっつきませんので。はい。音が出て、ね、音が出てからですよ。音が出て、片面を10分ずつ焼きます。その時は、もうこの音が出たからもう強火になってるってことですから、中火に戻します。中火で10分ずつ、中火の強ですね。片面10分、片面10分、それで、ちょっとクッキングホイルで休ませておきます。それからカットします。はい。おうわ。うわ、見てください。もうはい。これでね、いつもやるように、この油をちょっとかけて、こうやってちょっと鍋を横にして、この油を、そうすると全然仕上がりが変わります。しっとり上がります。はい。片面これで10分、あと片面10分で、上がります。はい、あと残り1分になりましたので仕上げます。おお、見てください皆さん。ね、こうやってオーブンのない方でもこういうね厚のはい、それでちょっと横にして油をかけてあげるとしっとり上がります。これはアロゼって言ってね、フランス料理では必ず魚でも肉でも、はい、これでだいたい10分10分焼けましたので火を止めて、オーブンのない方はこれ厚手の鍋か、この厚手の鍋がない方はフライパンで蓋付きでできますので、どうぞ試してみてください。さあ、これから銀紙に包んでだいたいあともう10分ぐらいですね、寝かします。さあ、よいしょ。はい、お尻もよく焼けております。はい、それではクッキングホイルに包んで10分間、10分から20分こうやって包んで、休ませます。そうすると火がじゅわーっと全体に行き渡ります。皆さん見てください。30分ぐらい、煮ております。これ皆さん
この汁ですね、この汁が一度、よいしょ、この汁が世界一おいしいおソースになるので、これは絶対捨てないでこうやって取っておいてください。糸を切ります。プラムはこれ付け合わせの代わりになりますので、ね、この間糸って映画ありましたよね。糸の映画見ました。感動もんでした。でお二人が結婚なさってね、いいともって感じでしたね。なかなか、はい、糸がほぐれております。皆さんも見たと思いますけど、最後の花火のシーン良かったですね。うるうるでした。カットします。よいしょ。はい、綺麗に切れたと思います。はい、プラムもちょっと添えて、はい、出来上がりです。はい、それでは皆さん、このね、出たこの我々ジュって言うんですけど、これをこうおソース代わりにね、でちょっと胡椒を、振ってもいいと思います。ではいただきます。ね、いい感じに焼けてますよね。これちょっとよいしょ。まあ鴨とこの、プルーン、すいません、最初なんかプラムって言ったらしくて、プルーンでございます。プルーンでございます。ね、このソースにつけて、うん、かなりやはり弾力あります。でもこのプルーンと一緒に食べてください。一緒に食べると非常にまろやかないい感じになります。ではブルーベリーね、このジューがたまらないです。うん、ブルーベリーはまあちょっと酸味が効いてね、なかなか我々やっぱちょっとフランスの鴨に慣れているので、我々あんまりレストランでタイの鴨を使うとはもう 99% ないんですね。でもなんかうちのスタッフ曰くタイの鴨が非常に皆さん手に入れやすいということで、非常にうまみがあって弾力があります。でこうやってプルーンとかラズベリーちょっと酸味がありますけどね、一緒にこうやって焼いて食べるとこれ以上火を通さないでください。そうするともっと硬く締まってしまうので、これぐらいが10分そして寝かすと。この鴨のファルシーで、今年、最後の、撮影と、まあ来年もあれですよ、皆さんもうガンガン毎日攻めますよ。ただ今日今年最後の、撮影でございますので、本当に1年間、本当ありがとうございます。また来年も、頑張りますので、良いお年を。その前にこれ前の説明、今日はフランスのブルゴーニュです。出ました、ジュブレ・シャンベルタン。私の大好きなジュブレ・シャンベルタンですよ、皆さん。レス・グレイ、ピノ・ノワールでございます。もうよくシャンベルタンまたわざわざブドウ畑に行ってね、牛肉シャロレ牛食べたもんです。素晴らしいです。
これも木いちごってフレーズドボアってね、いちごのちしたんですけど、その香りが十分いたします。こういうちょっとね、確かにタイの鴨とか硬いんです。こういうプラムとかこうやって一緒に焼き上げると非常に、ジューシーで柔らかく感じます。うまみは結構あります。それでは皆さん、良いお年を。ボナネー。また来年もよろしくお願いいたします。グーです。どうぞ良いお年をお迎えください。